2のオイル交換をしていきたいと思います。で今回入れるオイルはこのカストロールのH5W30 純正の粘土と同じ、5W30 を入れていきます。で、一緒に入れる添加剤はこれですね。バウ、見えるかな。知る人ぞ知る超レアなレアな、手に入れようと思ったら多分手に入れられるけど、多分ね知ってる人は結構少ないと思う。なかなか高いもんねこれ。そう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 。分かる？この定価12000円、めちゃめちゃ超高級添加剤。超高級。なんかこういろいろ世の中に添加剤あるけど、その中でもこう最高級部類と言っても過言ではない。なかなかいいやつよ。で効果としては？効果はね、これ普通の添加剤だと例えばコーティングとかさ、こうエンジンの中をきれいにするとかそういうのあるやんか、でこれコーティングじゃなくてそのエンジンの表面とかをこう修復してくれる、例えばそのシリンダーのピストンとか傷とかそう埋めてくれるような役目をしてるわけね。そうなんですよ。一応ガソリン車、ディーゼル車用って全部多分使えるんで両方使えるらしい。これ分かるかな。でこの辺読んでもらったら分かるんですけど、で金属表面修復剤って書いてます。で成分はな正直よく分からんね、よくわからん、でも結構これ放置しとったら分離するよね、中身が。そう分かるかな。そこにこうピント合いそこにこう溜まってるこの白いこいつを振ると消えるんで、まず振ってから入れてくださいとのことです。振りましょう。よく振りましょう。あんまりこのバウ取り上げてる人少ないよね、動画で。少ない。多分みんな知らんと。これ説明書にも書いてんねんけど、20分ぐらいアイドリング入れてからしなあかんらしくて、でその間にそのエンジンの表面、部品の修復をして、そう60分以上アイドリングってとも書いてるから結構アイドリングしとかんとあかんね、入れる車によっても、そのどういうその効果が得られるかっていうのは結構変わってくるんですけど、めちゃめちゃこう10万キロとか走ってる車に例えば入れたりするとほんまに明白に結果が出る。エンジンの音が静かになったりするんで結構おすすめ。ちょっと高いけど。高いな。1万2000円。1万2000円もする。ある？他に聞いたことないよな。あんまり聞いたことないよね、そういう添加剤。バウエル株式会社っていうところが作ってるらしいです。バウエルさん。ちなみにバウプラスっていう名前がバウプラス正式名称多分見える？バウプラスで今回入れる R2 号なんですけど、走行距離何歩ぐらいやったっけ？5万2000キロぐらいかな。入れないと分からんけどそんな変わらん可能性もある。もともとそのオイル交換とかまめにやってればそのエンジンの内部にこの傷とかダメージが少ないとあんまり効果分からん場合もあるんで、今回入れてどうかですね。燃費とかも良くなったら面白いけど、一個面白いその話があって、これ入れる前の車、ある車に入れたんやけど、その車がだいぶこう圧縮3気筒エンジンの車で圧縮がバラバラやったよ、だいたいその8とかしかなくて8、8、9とかそんな感じだって、でこれ入れてで、20分ぐらいアイドリングして、でもう一回測ったら10を超えるぐらいまで。すごい。そうで3気筒全部それぐらいに揃ってたんで、それぐらいその実際に効果体感してるんで、すごいねこれ。でこれの良さをちょっとお届けできたらなと思うんで。ちなみにこれどこで買った？それは言う？アップガレージこれアップガレージで買いましたこれ言っていいかな？いいと思う。ちなみにアップガレージで、3000円ぐらい3300円でこれ買いました手に入れました。定価は1万2000円するんだけど、めっちゃ安かった。別に企業案件とかないんで言っていいと思うんですけど、楽しみにして。楽しみやね。前々からこれ気にはなっとって、ようやくちょっと見つけたから、たまたま見つけた。たまたま3300円で見つけたから。では実際にやっていきましょう。やってみましょう。キャップなしで。ああ、それで打てるってことで、そのモフモフにモフがオイル吸ってくれるみたいな。でこれごと包んでポイってできるよっていうこと。なるほどね。でちょっと今回ジャッキアップ
なしでやっていくんで、で R2 はね結構手前にドレインついてるから多分ジャッキアップ線でいけるよね。いけると思う。ジャッキアップなしでやっていこう。できるかどうかっていう。でドレインがドレーンはこの辺、このサビットのやつか。これはいはいはい。これで前からだいたい30センチぐらいも手入れりゃそうね入るんで、で高さも多分十分あるんでいけるよね多分これ。いけるいける。よし、読んでる。見えるかな。あ、いけるわ。見えてるいける。こっちね。あ、そうそうそう。めっちゃ見えてる。よし。オッケー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 。よし。いいね、垂れてる。いいね。じゃあしばし抜けるまで待ちましょう。で今これオイルが抜けてるんで、はい。ドレーンボルトに新しいガスケットを、はめる準備してます。よいしょ。じゃあオイル入れる準備していきましょう。今日入れるオイルはこれカストロールの H5W30 これ入れていきます。でこの車は、オイルだけやったら 2.4 リットルでオイルフィルターやったら 2.6 リットル入るんで、今日はオイルだけなんで 2.4 リットル入れていきます。じゃあトゥクトゥク入れていこう。トゥクトゥク。トゥクトゥク入れていこう。こんなもんかな。 2.4 OK。 オッケー。じゃあ入れてじゃあください。 2.4 リットル準備できたんで入れていこうよ。入れていきます。結構勢いよく入れたら溢れ返ってくるかな。そう帰ってくる。DIY でやっててこんなん溢れたらすっごい掃除するの大変なんで。はい、お、うまいな。慣れてんな。オイル量を見ていこうよ。お、いい感じやね。この辺やね。今で満タンぐらい。満タンぐらい。いい感じ。OK。じゃあフィラーキャップ閉めます。バウ入れる前と入れる後の比較をしたいんで、まず入れオイルだ前けの状態の時のエンジンのアイドリングを測定していきたいと思います。じゃあエンジンかけてください。かけましょう。はい、今普通にオイル交換してちょっと暖気後にアイドリングしてます。で今音の軽音できるアプリで測ったらだいたい72とか3とかそういった数値が出てますね。今外で撮影してるんでちょっと正確な数値ではないんですけど、ここからこうバウ入れてどこまで下がるかっていうのを実験していきたいと思います。いやいやいやよく振ってくださいね、バウ入れるときはもうほんと。じゃあよく振ったんでバウ入れていきましょう。どうぞ。じゃあ投入していきます。いや絞り出せ最後の一滴まで。一滴まで。1万2000円もすんねんぞお前。その一滴でお前何十円の価値があるかもしれん。全部入れろ。絞り出せ。オッケー。えい。まだ入れてすぐなんですけど、今72とか74とか。このぐらいのちょっと下がってきてるかな。しばらく待ちましょう。だって入れる前だって74と5の間行ったり来てたりしてたけど、でもさっきほら74とかやったけどさ、今71とかになってるなってるな。今で10分ぐらいなんですけど、見てください。60代一気になった。喋ったらその瞬間増えんねんけど。
下がってんな。下がってるな。まあもうあと10分待ってみよう。今で大体20分ぐらいかな。で黙ってると60代ね、69とか。この周りの今音がちょっと入ってきてるんで若干上がってるんですけど、一番低いと50じゃあ8とか68 68台まで。に乗ってたよな。大体最初74とかや。74とかやったもんな。結構変わってんじゃない変わってる。耳で聞いてもさ分かるぐらい。分かるぐらいこれすごいな。静かになってる。こんなちゃんと測ったことないけどな。だって数値に出してみたらおもろいな。おもろいな。まあこっからちょっと走ってみて体感できるかってね。そうやな。ではいつもみたいに市場インプレッションでいこうか。する市場インプレッション行こはい。どうでしょう。う。そうね、まあ、走ってみた感じ、エンジンはちっちゃくなってる気はする。まあ数値でそこは上がったから数値は出てるからまあ確かなんやろうけど、振動とかはそうやな、あんまり変わらんかな。もともとだからそんなやれてなかったからってことかな。かな。体感できるやつはできんねんけどな。まあ音は確実に静かにはなってる。間違いない。出だしとか変わらん。出だしもな、あんま CVT やから余計分かりにくいと思うな。あんま変わらんかもしれん。そうでも音がちっちゃくなったっていうのがすごい、なあ、ビフォーアフターで。ビフォーアフターですごいな証明されてるから、それに関してはいいよ、すごくこのバーブ。でもこれ1万2000円出すか出さんかでやったらそうやな、この結果で言うと高いかもしれんな、コスパ的には。でも3300円で買ってるから、まあ、それはよしとしよう。1万2000円ではないからね。なんでやろうな。なんであんなアップガレなんでージが安かったやろな。めっちゃ在庫あったしな。大量に仕入れとったからかな。まあ、何にしても安かったんでね、よかった。まあね、さっきもオープニングの時も言ったかもしれんけど、ほんまに効果あるやつは効果あるから、だからそういう車にはやっぱいいかもしれない。だから、まあ、10万キロやな。10万キロぐらいでまた入れたいな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイババイバイ。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくね。バイバイ。